つるくんです。前回本体の組み立てまで行ったんですが、足の付け根と肩の付け根ですね、やたら緩かったんでかなり気になってたんですが、こちらの関節の根元がですね、こう一段階へこんでまして、こうパチンとはめるような形になってるんですね。こう思いっきりこう差し込まないと固定ができないような感じになってますね。これね、かなりこうギューッとしてかなりギューッと押して、今パチっていったと思うんですけど、かなり押し込まないと固定できない感じですね。こっちの肘の根元もですね、こう段差がついていて、これもですね、思いっきり押さないと入らないような感じになってますね。足の方もちゃんと奥まではめればですね、前回みたいにこんな緩さは全然ありませんので、ただしね、力がいるんでね、なかなか微妙なところなんですけど、関節を組み立てるときはですね、その点を注意してやらないとゆるゆるになっちゃうという感じになってきます。ただですね、このアーマーをつけてしまうと非常に押し込みづらくなるので、そこが今一つですね。肩と足の根元ですね、これの関節はこうギュッと押し込まないとゆるゆるになってしまうんで、十分お気をつけくださいと。で、前回ですね、ご紹介しきれなかったこちらがテックシールドの方ですね。テックシールドの方は黒、赤、白、それからクリアパーツということで、ちゃんと色分けがされています。で、こちらの方はですね、腰の方につけることが可能になっています。ただし上下動や左右への可動というのはできません。あくまでもはめ込むだけという形になっています。それからシールドの方なんですが、手首の方にもつけることが可能になっています。手首につけるときはこの根元のパーツをですね、一度外しまして、手首用のパーツというのがありますんで、ジョイントとシールドでこう手首を挟むような、こんな仕掛けになってるんですが、こんな形で手首の内側にジョイントをつけて、こんな形で手首にシールドの方を固定することが可能になってます。さすがにですね、テックワイヤーの方までは再現されていませんので、そこら辺はちょっと残念といえば残念なところなのかもしれません。手首の方は握り手が1種類と、こちらの開き手、それからランサーを握るための手首が2つ。また握り手を含めて4種類の手首が付属しています。で、ランサーの方なんですが、白い成型色になってしまっていて、この根元が黄色くて先っぽがシルバーというのが設定なので、ここはどうしても塗装が必要になってくる箇所かと思います。ランサーの方は片手持ち用と両手持ち用というふうに2種類のこの根元がついていて、ここにはめることによってランサーをこんな形で装備することが可能になっています。こちらのキットの方は各関節が稼働して、いろんなポーズが取れるようになってます。可動範囲が大きければかっこいいポーズがバンバン取れるということだと思いますので、早速ですね、見ていきたいと思います。まず頭の方の上下動ですね。上についてはこのぐらいですね。下についてはこのぐらいですね。下の方はかなり可動範囲が大きいんですが、上の方はそこそこといったところですかね。二重関節になってはいるんですが、なかなか上を向くというところまでは残念ながらいかない感じですね。当然左右への回転ですね。それから斜めへの傾きも可能になっています。肩は独立して上下動ができるんですが、前後動というか回転の方はできないようになっています。
で、肩は前と後ろですね。それから上下動ができるようになっています。肩ハーマーの方はボルテッカの発射口が開閉できるようになっています。それから腕の方は90度以上上げることができますね。腕の根元の関節でこのぐらいまで上げることができて、さらに肩の関節でもっと上まで上がるという感じですね。回転の方がぐるりとできるようになっています。肘の方は二重関節になってますんで、ぐぐっと曲げての肘の方は二重関節になってるんですが、アーマーをつけてしまうとですね、このぐらいがちょっと限界かもしれませんね。思ったよりは曲がらない感じかな。手首の方は根元が球体関節になってますんで、ぐるぐると動くような感じですね。胴体の方は二重関節になってますんで、この反らすというところがですね、すごく上体を反らすことが可能になってます。で、首があまり上がらないところをですね、少し上体を反らすことでフォローしていて、飛行ポーズに関しても上体をぐっと反らすことで前を向くような形になってますね。この胴体の可動範囲はなかなかに素晴らしいですね。その代わりといってはなんですが、前屈の方はですね、そこまではいかないみたいですね。でこのお腹の後ろのアーマーの方ですね、あんまり上体を反らしているとポロリが多いです。これは接着しちゃった方がいいかもしれませんね。回転と傾きの方はそれほど範囲としては大きくないんですが、足の付け根に関しては開脚の方はこのぐらい、ほぼ180度に近いぐらいまでできるようになっています。それから前方向はもうこれは肩に当たるまでですね。この腰回りにアーマーのない鉄火マンらしい可動範囲ですね。ほとんど上まで足が上がると。で、かかと落としができるという感じですね。太もも部分の黒い部分と白い部分の間に回転軸があって回すことが可能になっています。膝の方は二重関節なんですが、やはりアーマーの方がどうしても当たってしまって、90度ちょっとってところですかね。このぐらいの曲げが限界のようですね。それでもいろんなポーズは可能だとは思います。足首の根元は球体関節になってるんですが、こんな感じで前の方まで曲げることが可能になっています。後ろの方はこのぐらいですかね。やっぱこのアーマーが当たるってことはないんですけど、足首の中の部品の方が意外と大きくてですね、ちょっと可動範囲を狭めてしまっているような感じにはなっています。横へのひねりはこのぐらいまでいけるので、設置性の方はかなりいいと思います。また足首の回転の方もできるようになっています。可動域としてはだいたいこんな感じですかね。派手なポーズが結構取れると思いますんで、かっこいいポーズをどんどんですねつけていけたらと思います。だいたい可動域の方はこんな感じでかなり遊べるキットになっていると思います。最後に塗装とウェザリングのご紹介をしたいと思います。まずはランサーの塗装の方なんですが、刃の部分をシルバーで塗装して、根元の部分をオレンジイエローの方で塗装しています。あとはウェザリングの方をですね、ミスターウェザリングカラーを使って墨入れと、あとは若干のウェザリングですね、そちらの方をしていきたいと思います。ウェザリングがしやすいように少し部品の方をばらしています。なかなかこういった部品の内側って組んだ後で塗るのは難しいんで、やっぱ一度ばらして塗った方が楽だと思います。このウェザリングの液の方はですね、後で拭き取ることも可能なので、派手にですね、最初は流しちゃっていいと思います。こういったアーマーの内側に関しては少し目立つんで、
塗っといた方がいいかと思います。あとはこの特徴的な丸の部分ですね。こういったところを汚して、こういう部品の隙間の方ですね。こういったところも流しておきます。ウェザリングカラーの方もいろんな色があって、これはブラック系なんですけど、ダークグレーみたいな色もあるんで、ちょっと濃すぎるかなと思った方は、グレー系を使ってもいいかもしれませんね。赤いところはちょっと迷うんですが、一応やっときますかね。足首は少しばらしといた方が良かったかもしれないですね。ほどほどにといったところですかね。クリアパーツの場合は裏側に回っちゃうんで塗らない方がいいですね。あとはランサーの方もですね、少し墨入れといった感じで流し込んでおきますかね。だいたいこんな感じで一度墨入れの方をしてみました。で、少し生乾きになったところで一度拭くという形になってきます。ウェザリングカラーの方が少し乾いてきましたんで、今度はですね、薄め液の方ですね、こちらを使って少し薄めていきます。このウェザリングカラーもですね、あんまりほっとくと落ちにくくなってくるんで、だいたい 2,3 時間経ったぐらいで拭いちゃうのがいいと思いますね。ウェザリングの方がほぼ終わりましたので、組み立てていきたいと思います。こういったへこんだところの墨入れプラスウェザリングということで、かなり汚してみたので、一見汚く見える感じもしますけどね、若干やりすぎたところはあるかもしれません。どうしてもあっちもこっちもって感じで汚しがどんどん増えてっちゃうんですよね。パチンが来た硬い。あと皮は最後にはめた方がいいですね。足首は足の裏にですね、こちらのライトグレイッシュの方ですね、こちらのウェザリングカラーを塗っています。こちらの手首の方もライトグレイッシュで、塗装しています。足首の方は差し込むだけなので、それほど苦労はしないのですが、でかかとの方は一度外してからですね、最終的には塗装しています。はい、これで下半身ができた感じかな。ここに上半身をはめて、よいしょと、はまったかな。お尻につけると、ほい、最後に頭をはまったと。よいしょ。ランサーをつけて、
持ち手の方はですね、こんな感じで一度分割をした上で、この絵を持たせて挟んで、意外とねこれが緩いんですよね。スッカスカなんですよね。よっこらしょっと。これでウェザリング後の鉄火マンという感じですね。やっぱり無塗装でですね、つるっとした感じの鉄火マンだと今一つ迫力がないので、こんな感じでウェザリングをしていくと、結構ですね迫力のある鉄火マンになります。比較的簡単な塗装なので、皆さんもですね、ぜひやっていただけると、素組みだけだと得られない迫力っていうのがですねかなりついてくるので、ウェザリングはですねぜひ、皆さんも挑戦してみてください。今回作ってみてですね、かなりそのプロポーション的な良さですね、そういったものも感じますし、可動範囲の方もかなり取れていると思いますので、なかなかに素晴らしいキットだったと思います。少し残念だったのはボルテッカの発光ギミックがないということで、ここら辺はですねちょっと中華に負けてるところが残念ではありますね。やっぱ日本のキットもですね少し電飾化っていうのも今後考えていってほしいかなという気はします。ただですねプロポーション重視の、キットということで、非常に満足度は高いキットだと思います。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。ボルテッカー。